ここは知る人ぞ知る都内のとある喫茶店、格ゲー喫茶ハメジュン。ここでは格闘ゲームを愛するプレイヤーたちが日々格ゲー談義に花を咲かせ、熱いゲームバトルを繰り広げています。あ、いらっしゃい。いらっしゃいませ。ジュン君じゃん、最近どう？いやもうどうこうもないよ。さっきまで対戦してたんだけど、こっちが昇竜でないことをいいことにジャンプではめてくんだよ。てかこの子誰？新しいね、アルバイト入ったのよ。はい、新しくアルバイトで入りましたいつかです。よろしくお願いします。好き。ありがとうございます。ジュン君はね、ここのお店の常連だから、いつものでいい？いいですか。アイスコーヒー、ゲージマックス、砂糖中パン。ゲージマック砂糖中パン。何ですかそれは？小中大の中だよ。中。M。じゃあいいですか、じゃあこれはい。出して。このマックスすごいね。大丈夫ですか？めっちゃやばい。こうすげえ。いやありがとう。はい。これめっちゃこぼれてる。すごいよかったです。改めまして、格ゲー喫茶ハメジュンマスターのハメコです。ハメジュンの常連客歌広場純です。アルバイトのいつかです。格ゲー喫茶ハメジュンのマスターハメコ。さまざまな格闘ゲームのビッグイベントで実況と解説をこなす、ゲーム記事の執筆などマルチに活躍。格ゲー喫茶ハメジュンのアルバイトいつか。関西を拠点に活動するガールズバンドのギタリスト、格ゲー初心者のゲーム好き女子です。そして格ゲー喫茶ハメジュンの常連客歌広場純。ゴールデンボンバーのベースとして活躍する一方、ツアー中はアーケードコントローラーを持ち回るほどの大のゲームフリークとしても知られています。急速な成長を見せる e スポーツ。数々のプロ選手が誕生し、メジャーシーンへと変貌を遂げる今、この番組は格闘ゲームにスポットを当てた地上波唯一の格ゲー専門番組なんです。格ゲーに特化したレギュラー番組、地上波ではないっていうか初めてじゃないですか。だと思います。いつかじゃあどうですか、格闘ゲームっていうこのゲームやったことありますか？幼い頃にちょっとやった程度なんで、ちょっともう皆さんと一緒に盛り上げていきたいなって頑張ろうって思ってます。いつかちゃん自体がゲーム好きになってくれたら最高だもんね。そうですね。はい、ぜひ頑張ってやっていただきたいと思います。ということで今夜のお客様は、いらっしゃい。いらっしゃいどうもどうも。失礼します。もしかして時戸さんとポンちゃんさんじゃない？記念すべき第1回目のゲストとして遊びに来てくれたのはロート3プレイヤー時戸。東大卒の理論派プロゲーマーとして格闘ゲーム界を牽引。毎年開催される世界最大級の格闘ゲームの祭典エボ2017の覇者。Fighting games, something so great. そしてレッドブルアスリートボンちゃん。ストリートファイターシーンでは常にトッププレイヤーとして最前線で活躍し、8月に開催されたエボ2019で見事優勝。今世界で最も注目されるプレイヤーの一人です。この2人が偶然ハメジュンに来る？すげえ常連でよかった。最近エボありましたよね。ありましたね。今年8月ラスベガスで行われたエボ2019。そこでボンちゃん選手はストリートファイター5アーケードエディション部門で優勝。日本人としては時戸選手に続く快挙。2人から見たエボとは？僕は自分の結果はあんまり振るわなかったんですけど、なんか毎年すごいレベルアップしてて、世界にこんなにちゃんとストリートファイターやってる人たちがたくさんいるんだなっていうのはやっぱ気合入りますよね。ポンちゃんさんはいかがでしたか？僕は運よく優勝することができたのでおめでとうございます。どうもすいません、ありがとうございます。ただその結果だけ見るとね、本当よくできた形で終われたんですけど、時々も言ってたようにレベルがやっぱり上がってて、自分にとって相性の悪い相手が途中で負けてくれたりもしてたので、運も味方したなっていうのが正直な感想ですね。トップなのに謙虚だね。本当に思いました。実は2014年大会では準優勝。
あと一歩のところで苦渋をなめた過去があるボンちゃん。5年越しとなる悲願の優勝だったんです。その時はやっぱりすごく悔しかったし、こんなチャンスもう二度と来ないだろうなってくらいかけてた部分もあったんですけど、たまたま今回またチャンスが来て、あの時のような、悔しさはもう味わいたくないっていうのはもうずっと思ってたので、結構自信を持って挑めてましたね。すごいな。そんな世界を渡り歩くトッププロゲーマーのお二人、彼らの日常はどんな感じなのでしょうか。でもなんか海外いっぱい行ったり来たりなんかしてると、空港とかで飛行機の中とかでもどう過ごしていらっしゃるんですか？飛行機の中は寝れる時は寝ますね。あとはなんか事務作業とか。プロゲーマーの事務作業って何？事務作業とかねやってるんですよ。帳簿つけたりとか。何どういうこと？そういうのを普段やっぱ練習したりとか、体動かす時間があると僕そっちに使っちゃうんで、飛行機の中ってもう動けないじゃないですか。だから普段あんまりやりたくないことをやる時間に当ててます。帳簿つけて。プロゲーマーは個人事業主だったんだね。趣味とかはでも美味しいものを食べるのはすごい好きですね。お、食べ歩き。はい。でも僕は今年結婚したんですけど、嫁さんと一緒にご飯食べにいろんなとこ行ったりは結構休日はしてますね。そうなんだ。お二人でもなんか休日とか外歩いてたら、あ、時戸だ、ボンちゃんだとか声かけられたりしません？場所によってそうだよね。どこが声かけられるポイントですか？やっぱ一番多いのは秋葉原です。秋葉エリアね。秋葉エリアはそっか、ゲーマー多いし。僕あんまり渋谷って出入りはしなかったんですけど、確率はすごい高いですね。僕髪もやっぱ目立つので、13ほどじゃないですけども、はい、こんな感じなんで、結構声をかけられることはやっぱありますね。もし街で見かけても声かけて大丈夫ですか？いや、もちろんそれはもうにっこり対応ですよ。うわ、嬉しい。そんなお二人に常連客歌広場からあるお願いが。せっかく2人が来てらっしゃるんで、僕もゲーム大好きなんで一緒にゲームプレイしてもらえないでしょうか？ぜひお願いします。じゃあもう近くにゲーセンあるんで行きましょう。はい。いや待ってください。こんなこともあろうかと、この各駅喫茶ハメジュンゲームコーナー作っておきました。いやマスター、そんなこんな喫茶店あるわけないよ。マジ？マスター、いつの間にこんなの作ったの？実はいつかちゃんが作ってくれてね。いつかちゃんが？頑張りました。めっちゃすごいじゃん。そして最初の相手は？そう、まず最初の相手は時戸選手。ここから返していただきます。お願いします。男の一先お願いします。お願いします。今回対戦するゲームはストリートファイター5アーケードエディション。言わずと知れた格闘ゲームの大人気タイトルですよね。記念すべき1回戦は歌広場純 VS 時戸。男の一石勝負、2ラウンド先取した方が勝ち。番組初バトルの行方は？それではスタートしましょう。ケンというキャラクターを使うのが、この常連歌広場純です。そして右側のこのどうですか、この見た目。めちゃめちゃ可愛いです。可愛いお花みたいです。このお花みたいなキャラクターですね。豪輝というキャラクターで、時戸選手がずっと使い続けているキャラクターです。歌広場は剣、時戸は豪輝とお互いが力を選択。果たして歌広場はどこまで通用するのかな？まずは1ラウンド目、お互いに波動拳というこの飛び道具ですね、これを繰り出して戦っていくキャラクターです。そしてジャンプされたら今の昇竜拳で対空していく。画面端が非常に重要ですが、まず追い詰めたのは時戸の豪輝が画面端を連続技を決めていきます。そして歌広場純が投げ抜けを見てしまいました。すごい。スタンをさせてからの連続技で歌広場純の体力ほとんどありません。ここで V トリガー逆転手段を発動していきました。地獄車で位置を入れ替える。一気に歌広場純のチャンスになりますよ。うまいぞ。おんちゃんからもうまいという言葉が漏れました。投げ、そのまま歌広場純が決めるか。いやー、ここで時戸のしゃがみ強キック、足払いが決まって、後半怒涛の巻き返しを見せた歌広場でしたが、最後は時戸の冷静な対処。もう一丁いってみましょう。時戸がまず1ラウンド目を先取していきました。画面の中央です。やはりこの飛び道具波動拳を使って相手を動かしていくのがお互い重要なんですよ。なるほど。
ポンちゃんさんはこの組み合わせどういうふうに見ますか？そうですね、やはりゴーキっていうキャラクター自体は体力が低い代わりに高性能な波動拳であったりとか歩きが速かったりとかそういうアドバンテージを持ってるんですけど、やっぱこのそういうぞ。そうですね、この状況まででも剣はワンチャンスの攻撃力高いので、全然まだまだ逆転自体は望めますね。追い詰められている歌広場潤ですが、火力はあるこの剣というキャラクター。イカサカを止めている。さらに投げ飛ばして出した。時戸の勝利、2ラウンド連取です。何もできね1ラウンド目かなりヒヤッとしましたよ。でもえ。いや焦って攻めちゃったな。やっぱ忍耐強さなんだ。潤君どうでしたか、この時戸という世界チャンピオン相手にしてみて。やっぱりその長期戦になるとチャンスなくなっちゃうかなと思って、もう無理やり行こうと思ったら対空技から一気に画面端、もうノーチャンスでやられちゃいました。時戸選手はいかがですか？このいやもう僕うまいプレーだと知ってたんで、最初から結構気合い入れていこうと思ってて、でもやっぱ1ラウンド目鋭い攻めもらっちゃいましたね。1ラウンド目は本当に取られてもおかしくない展開だったのあと一発ですよね。まあ楽しい対戦ができました。ありがとうございます。続いては歌広場 VS ボンちゃん。ここで歌広場が気づいちゃったことは？僕分かったんですけど、このコーナー僕が粘んないとすぐ終わります。頑張ります。今回画面の右に映っているのがボンちゃんが使用するキャラクターカリン。どうですかこのキャラクターは？なんか剣と兄弟みたいな、兄弟。髪の毛の色だけだろこれ。センター分けももちろんセンター分けか。髪型と髪の毛でちょっと似てる。エボ2019チャンピオンのボンちゃんに果たして歌広場は一矢報いることができるのか。このカリンは相当な攻撃力があるんですよね。すごいですね。このストリートファイター5の中でも屈指の攻撃力を持っている、このように相手を画面端に追い詰めるとこれ助かりました。潤さん一回ランカまで勝ってるらしいんですよ。ランクマで一回勝っている。以前に戦っている。戦ってるみたいですよ。おっとチャンスあるな。しかし今度もボンちゃんのこの画面端、このストリートファイター5は一回画面端に追い詰められると脱出できないので、そのまま苦しい攻めを展開されてしまいます。まずラウンドを先取したのはボンちゃんのカリン。歌広場はボンちゃん相手に体力半分も減らせずノックアウト。エボ2019王者の貫禄勝ち。さあ気を取り直してラウンド2です。一度以前に勝ったことがあるという情報が時戸選手から寄せられております。おお、うまい反撃技、かなり難しいんですけれども、歌広場潤のこれやり込み出ましたね。画面端の攻め、あと一発でスターまで持ち込めるぞ。投げ抜けているボンちゃん、見事。そしてこれは位置を入れ替えて相手をとにかく画面端に追い詰めるためにゲージを使いました。見事ですね。さらにこの画面端の攻めはカリンも得意とするところ。あと一発でスタンしてしまうぞ。いや生きてる生きてる。残るか。生きてどうなの生きています。許だがされ。おっ勝者ボンちゃん、2ラウンド連取で歌広場潤に勝ちました。ありがとうございました。ありがとうございました。惜しかったけどな今。どうですか戦ってみて。ボンちゃんサボんないですね。サボらない。サボんないですね。受け身とか甘いところが何もなかったし、あと僕最後ゲージを抱えたままね倒れてしまいましたね。もったいなかった。ボンちゃん選手はいかがでしたか？そうですね、以前オンラインの対戦で1試合目負けたことがあって、あの時のやっぱやられるっていう思いから今回はもう最初からすごい気を引き締めてやってたんで、もう大会さながらのなんか集中力はなんか対戦では出せてたのかなっていう気はします。これやっぱ強かったです。潤君嬉しいんじゃないですか？大会さながらで当たってくれたと言ってますよ。いや全然嬉しくないですよ。そこは緩くてよかったです。でもまたやりたいなと思いました。ありがとうございました。そして次週世界を制したエボチャンピオン同士の直接対決。果たして勝つのは？一緒に盛り上がっていきましょう。お願いします。東京ゲームショウ2019で開催されたストリートファイター5アーケードエディションの大会、カプコンプロツアー2019アジアプレミア。今回はすごい僕勝ちたい大会で、常にいろんな人に自分が背負ってるものを見てほしいって思ってずっとやり続けてるんですけど、まだまだやれることがあるっていう。勝ちたい以外何もないです。強い人だらけなんで全員ぶっ倒していきたいと思います。
そしてこれは飛んでいる4丸転向最後はい、ただいまストリートファイター5の予選会場に来ているんですけれども、初日の予選大会には国内外の若手からベテランまで1018人のプレイヤーが参戦し、熱戦を繰り広げました。ハイレベルな戦いの中、強豪プレイヤーの数多くが予選で敗退、波乱の幕開けとなりました。そんな中、トップ8に勝ち上がったのがこちらの8人。日本勢が5名、 UAE から2名、そしてノルウェーから1名。そして始まった決勝トーナメント、日本人選手の快進撃が続きます。フロストタッチ、これは大きなチャンスになる。決まった。そして今、勢いのある若手イリアン使いのシュート選手と時戸選手の戦いは、シュート選手が時戸選手を撃破。時戸選手に来ていただきました。お疲れ様です。お疲れ様でした。ちょっと悔しかったですね。まあでもやっぱ相手も若手ですごい強いプレイヤーなので、そうですよね。ユリアンがものすごい手数でね殴ってきて、うまかったですね。向こうもやっぱりよく考えてきてましたね。本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。決勝に勝ち上がったのはこの2人。自ら 2D 神と名乗り、 2D 格闘ゲームで多大な存在感を放ってきた名物プレイヤーマゴ選手。自分で結構、メンタルがダメだなっていうふうに思ってたんですけど、今回やっぱりすごい練習して自分に自信を持つことができたなっていうふうに思ってたので、今まで応援してくれた皆さんのために優勝します。そして格闘ゲームシーンで10年以上前から活躍を続け、多くの大会で優勝、伊賀忍者を先祖に持つ桃地選手。これまでの戦いで会場全体を味方につけたマゴ選手。コンボが決まるたびに大歓声で会場が揺れます。対する桃地選手、窮地の中でもあるマゴ選手の怒涛の攻撃にも冷静に対処していきます。そしてついに桃地選手が優勝に王手、接戦にもつれ込みます。体力リーダーマゴ、スライピング決定。上から来て桃地は下がる。まさかの決着となるか。優勝。最後は時間切れというまさかの幕切れ。優勝は桃地選手の手に。一方で敗戦にうなだれるマゴ選手。おめでとうございます。まずは優勝の心境を伺ってもよろしいですか？いやもう本当に嬉しいの一言しかないですね。自分が孫というプレイヤーをすごい好き、人としても性格的にも好きですし、プレイヤーとしてもすごい好きなので、ある意味それで研究がすごいできてて、それがうまくはまったなという感じですね。本当におめでとうございます。お疲れ様でした。おめでとうございます。桃地選手、優勝おめでとう。いつかです。そしてハメコでございます。よろしくお願いします。初心者いつかが格ゲーに挑戦。今日はですね、私たち秋葉原に来ているんですけれども、2人が秋葉原に来た理由とは？私いつか前々から本格的にちょっと格ゲーを始めたいなと。格ゲーを本格的に始めたいといういつか。今回はハメコ先生と一緒に秋葉原でアケコン探しへ。早速ソフマップが秋葉2号店。最新のゲーム用アイテムが揃うお店へ。 e スポーツ専門のフロアもあり、ラインナップもかなり充実しています。いい匂いですね。機械の新しい匂い。ありましたよ。ここにあるアーケードスティックコントローラーは、日本のホリっていうメーカーのもので、ちょっとボタンとレバーがゲームセンターで使われてるものとはちょっと違うんですけど、すごい非常に安い安価で性能のいいものとして非常に人気が高い。なんか格闘ゲームっていうと、なんかこういうアーケードコントローラーかっこいいです。かっこいい。憧れがあったんで、やっぱりここ最近は特に実はアーケードスティックコントローラー以外のコントローラーでやる人も増えてきているんで、やりやすいものを選べば
いいと思います。すごいヒットボックスが置いてあるんだけど、知ってますかこのヒットボックス。知らないです。こちらはレバーがボタンになっているというヒットボックス。プロ選手の間でも話題になっているそうです。最近かなり流行ってて、今格闘ゲームシーンではこのヒットボックスはすごいキーワードになってて、この静音タイプと通常タイプでは何が違うんですか？ですね、大会でははい隣り合わせで戦ってるじゃないですか、はい。レバーの音で聞くことでライトの動きが分かるんですよ。そうなんだ。まあ、いわゆるプロユースっていう部分でも実は静音っていうのは今重要です。重要になってきます。実際に触ってみていろいろと感覚を確かめます。これは結構硬いです。なるほど。で可動域がなんかちょっと広いんでわかんないです。こっちの方がやりやすいのはやりやすいです。でもあっちもやりやすかったです。なるほど。最後は迷ういつかでしたが、アーケードプロ N はやぶさもこちらさっき見ていはやぶた。さやっぱりかっこいい。やるアーケードプロ N 決めました。こちらにします。ついにマイアケコンをゲットしたいつか。はめこ先生と次に向かったのはここです。お、はい。あ、戦国伝承さんになんかすごい。なんですけども、知る人ぞ知る電子部品を専門に扱う老舗戦国伝承へ。ボタンやレバーなどカスタムパーツが所狭しと並んでいます。ボタンですよね。ボタンもめちゃめちゃありますね。はい。これゲーマーフィンガーって呼ばれてる、これがいわゆる静音なんですよ。すごい。こちらは普通のボタンと同じ感覚で静音かつ素早い入力にも対応。確かに押した感じだと一緒ですね。だけど音は鳴ってないみたい音な。鳴ってない。例えばストリートファイターだったらい基本6つのボタン使うじゃないですか、はい。これわざと音を鳴らして対戦相手騙したりするんですよ。操作してます。怖い。これもやってみんなやってるんですよ。本当ですか？はじゃあそのタイプにします。私も。最初からそれは相当本当ですか？なんていうんですか、ちょっと言い切ってます？やってるなって感じですね。例えばそのレバーボールもですね、選べるんですよ。色がね、でも紫めっちゃ好きなんですよ。紫、ここに紫ですよ。センス的にはどうなんですか？ちょっと違うんですか？いや、そこは好き好みなので特に何も言わないんですけど。はい、じゃあボールとボタンを決めました。ボールはちょっとね、私の好きな紫にしてもらって、ちょっと今ね流行りのボタンはゲーマーフィンガーのしました。はめこ先生の助言のもとカスタマーケコンが完成。いつかの格ゲーレッスン、次回はいよいよやり込みゲームが決定。はい、それではそろそろ閉店のお時間となります。お二人はいかがでしたか？こうやってね、同じプロゲーマーも交えてこうやっていろんな方とおしゃべりをするっていうのは初めてだったので、すごく楽しかったですね。東京さんいかがでしたか？いや、雰囲気いい店ですね。しかもここ家から近いんでまた来ます。お願いします。ぜひ常連になってください。常連になりましょう、なりましょう。常連2号になりますよ。なりましょう、なりましょう。今夜のお客様は、時戸さんとボンちゃんさんのお二人でした。ありがとうございました。ありがとうございました。次週時戸 VS ボンちゃんのエボチャンピオン対決が実現。さらに2人のスペシャル対談では本音が炸裂。